三国志8、リメイク。突如有望が反田中連合軍を立ち上げ即日馬兄弟が守る城陽に押し寄せるが撃退に成功した我らが田中。露宿無双で大陣寺移動、戦いの準備は整った、有望軍に反撃だてなわけで武将たちの再配置が終わり、残すは主力の田中を移動するだけ。これで来期には城陽攻めができるぜ。出発。人事異動終わったから露宿あんた軍師解任だよ。ひでで軍師助手の東洋の水晶でなんと砲塔を発見。伏流の諸葛亮と並び砲数と呼ばれる名軍師。戦法もいっぱいあるし記載も総大将か三軍なら、策略ゲージが 50% 増える強いキャラ。美人で有名な周遊の奥さんの状況を機会に出して、見事砲塔の登用成功。砲数、ゲットだぜ。で都市フェーズでは飲み会交流とかで心得ゲット。獲得経験値上昇の天使を取得。そして季節は移ろいケツアゴがお亡くなり、仲間になったのに活躍の場はなかったな。よし有望軍に反撃だ、出陣じゃあ。そして編成中に気づく、加工トン置いてけぼりだったと。おい。みんな城陽に集まってるのになんで来ないの？お前の連絡ミスだろ。この後連戦することを考えるとちゃんと集結させたいから戦いは来期に延期で。はい、戦延期でーす。久々の休暇なんで横領と借りとかして過ごしました。プライベートでも二人は仲良し。そして季節は移ろい。石大寺にございます。うわまた連合軍攻めてきおった。主力のいる城陽攻めは諦めて今度は孔子か。そういや孔子の守りって。はい関東の戦いの守備で三国志随一のやらかしをした、準右慶さんです。一番防衛やらせちゃダメなやつじゃねえか。さてはてどうなることやら。防衛成功、やつは酒飲んでなけりゃ仕事できるやつだ。では主力集結完了、有望の地を蹂躙だ今回は新たに加わった砲塔を三軍に抜擢。記載砲数の力、見せてもらおう。今こそ攻撃。砲塔曰く敵援軍は4日後。地形は防衛施設なしの見晴らしのいい平地、一気火星に敵を蹴散らすぞ今こそ我らの力を示す。田中 VS 反田中連合軍、開戦。まずは加工トンを囲みつつ戦意を上げながら、敵の攻撃範囲に入らないように進め相手に衝撃を与えさせない微妙な距離で布陣。これなら攻撃できまい、と思ったら岩場に伏兵が隠れてましたの巻。痛手ではないがうざいなこれ。結果田中の反撃で大ダメージを受けた戦番は、周遊の通常攻撃で壊滅。自爆と変わらん。で2日目になり恒例の加工トンの不当不屈。戦意アップですぐ戦法使えるからほんと強い記載だぜ。溜まった戦意で早速駆射。さあ強運よ、愚かにもこちらに接近しているモブどもに突撃を食らわせろソロ攻撃でも敵犯かーい。よし僕の出番だ、と思ったら周遊さん急にどうした？やる気満々の周遊、突如田中と共鳴。最後の総称の枠は横領になると思ってたのに。残念美州郎ことイケメンの周遊さんだ。で戦いは続き、強運の半壊させた敵を田中がサクッと処理。良好退場。加工トンの記者で大ダメージを受けてたすごいもみあげも群衆が処理。で顔料は無駄に2連携攻撃で武力34の騎士を撃破。オーバーキル。やや離れた位置にいて嫌だなと思ってた州軍が、田中軍13万に飛び込み一矢報いるもほぼ無駄。3日目に入りさらに戦意上昇だ。さて明日敵援軍来るし、今日はヒゲの攻撃範囲にギリ入らない位置で相手の出方を見るとしましょ。なお、昨日特攻してきた州軍は、強運の通常攻撃ワンパンで沈みました。仲間の窮地を傍観してたヒゲ、このタイミングで進軍開始。明日には消し飛んでそうな位置に捨ててくさ。ヒゲと一緒に飛び出し早々に攻撃した陽光に周遊が停車。一撃4500、美州郎、遠距離でも火力の出せる色男。今回副将に甲虫をつけしれっと急兵になってる横領が陽光にとどめ。もうそれ甲虫が本体だろ。そして戦いは4日目に突入し敵援軍が到着。するもどこに出てきたかわからない。おい。砲数の記載のおかげで3日目には策略ゲージ溜まってたし、防衛隊は全て見えてたので策略実行。はい援軍で上がった戦意没収だ。そんなヒゲとリクソンに強運の車がかりからの田中の2連携突撃。数百の反撃はしたもののこれで関羽の残り兵士7。総国リクソンは何もできず帰ったよ。哀れ。
髭の後ろに隠れてた総大将の護衛に群衆が連撃。したら一騎打ちが発生。勝てっこないのに総大将が一騎打ちとは軽率すぎるぞ。もちろん群衆の勝ち。哀れ声、重傷多い部隊も壊滅。無駄に3連携で生きり顔料が7人しかいない髭を爆散。史実は関羽にやられた顔料。この世界じゃ立場が逆だぜ。残った多いおばさんを連撃で周装が襲う。最後は早々通常攻撃で処理して終了。5000くらいの被害しか出てないし、今回も楽勝だったぜ。皆の者、勝ち時を上げよう。先行は群衆が1位。殴れる相手が少なかったから先行自体が低い。王将火器が特技を教えてくれるって。もしやこれは雷撃を教えてくれるチャンス？これで田中も遁甲使いか。習得できる特技がありませんでした。そんな。思わせぶり。しかしそんな田中も先ほどの戦いで軽率制覇を達成。私のお気に入りキャラの応用も祝ってくれております。ひいきで使われてるだけなのに、こいつしれっと皇帝と借り入ったり宮中に馴染んでおります。田中の部名が5000を超え天下無双の部のエンディングも達成してたのでこちらも拝見。最初は山賊に絡まれてた田中も、今じゃ街を歩くだけで周囲からワーキャー言われる存在に。いや皇帝が普通に街を散策してんじゃねえよ。天下一かまだ実感が湧かないな。まさか己がそう呼ばれる日が来ようとは。殿中の武勇はとどまるところを知らんな。お前の勇姿を書いた物語が大人気だ。勝手に本にされても困る。私の書いた田中のラノベが大陸で大ヒットだぜ。作者がここに勝手に書かないでよ。まあ著作権とかまだない時代だし諦めな。へへ、この世界では三国志演義に代わり殿中演義を後世に残してやるぜ。お友達から心得いただき軍略の金枠戦法同士打ちを習得。まあそれ弱いから使わないけどね。金枠の戦法もちらほら埋まってきた。お殿中、相変わらず元気そうじゃのう。どうじゃまたわしの秘術が欲しくなったんじゃないか？気候の中に免じて特別じゃぞ。これどうするんじゃ？欲しい。ではこれを教えてやるとするかのう。習得できる特技がありませんでした。このクソじじい。特艦がレベル2に強化されました。あやべさーせーん。こらこら。よし。甲中にもお友達賞を申請して心得をゲット。甲中から弓系の心得をがっつりもらってさらに強くなれ。周遊さんからももらってるから弓もそのうち極められるかな。そして季節は移ろい。早々のボディーガードやらせてた天意さんがお亡くなり。糸かなし。技術書が余ってたので万兵を導入。やっはー、丸太は持ったか。精鋭の兵より未開の蛮族の方が上位っぽい位置づけで草。では各地を攻めやすく守りやすい要所間中に攻め込むぞ。ここを落とせば一気に戦局が動くかもな。メンバーはこんな感じになりそうろう。天意の抜けた穴を花崗園が演したくらいか。そのせいで花崗トンの副将一人入ってないけど、まあ負ける気全然しないので問題なし。過剰戦力。今こそ攻撃。で戦場に着くとデジャブを感じるマップ。確か西側から敵援軍が来たような。悲しきネタバレ。4日後に来るみたいだから蹴散らす方向で考えましょ。10日後に呂布も来るってよ。今こそ我らの力を示す。それでは田中の艦中攻め、開声援。初手は届く位置に陸村がいたので強運が通常攻撃。したら一騎打ちが発生。陸村回戦早々何やってんだよ。かませ犬が過ぎるぞ。もちろん強運の勝ちにございます。戦闘開始一撃目で陸村壊滅。ザ・こう櫓をぶっ壊せ。目障りな櫓を義兄弟連携の運転で一撃粉砕。櫓横にいた後輩を群衆が攻撃。からの残量が入って3連携通常攻撃。さらに周装巨巨と連携をつなぎフルボッコで後輩を撃破。戦意上がってない状態でも連携だけで圧倒だぜ。あ、このモブ野郎。強運に罵声か。次のターン切り戦法使えんぜ。仕方ない普通に殴りましょ。強運クラスだと通常攻撃でも強し。食られた中かー。田中ならモブなんてワンパンよ。化け物かよ。強運が削ったモブを花崗トンが連撃で追撃。で群衆がとどめ。名前読めない超なんちゃらを撃破。そして曹操たちが運転で2箇所目の櫓を攻めるも結構硬い。田中は特技とかでやべえ威力になるけど防衛施設はそれなりに硬いもんだ。櫓を破壊しきる前に戦いは3日目に突入。こりゃがっつり反撃食らうパターンだ。ぐむむ、4000くらい持ってかれたか。今日中に櫓を破壊するぞ、運転を出せちまちま攻撃して櫓の破壊に成功。
そして戦闘開始から4日が経ち、敵の援軍が到着。敵は多分真横に出るかな。もうちょっと下だったか、まあ関係ない。このまま蹴散らすぞー。まずは突撃におあつらえ向きな綺麗に3部隊並んでる長将、長雲、やっておしまいなさい。1万人ほど消し飛ぶ突撃事故。突撃おかわり連携マシマシお待ち。はい、3部隊撃破。鬼かよ。容赦ない攻めは続くかコートンが吸収。敵本体に近くなったので息粗相を発動だ。敵の戦意を下げ戦法を使わせるな。関羽と兵力1500の君主有望の戦法は危ないので事前に回避。続いて周遭の敵援軍狩り、離れたところから汽車で追撃だ。はい強力、援軍に来たのに何もさせてもらえず終了です。怒ったヒゲが早々を叩くも戦法なけりゃこんなもん。周遊、ヒゲに着火だー。関羽毎回ヒゲ燃やされてて草。横領の副将甲冑が記載老頭液層を発動。史実では名勝負となった関羽甲冑の戦い。この世界では甲冑の一人勝ち。で有望がヒゲに続き早々に一矢報いて4日目が終了。早朝長雲が援軍で来てたご覧を連撃。残り2700、こいつも何もさせず終わりそうだ。長雲連携するから微調整よろ。行くぞ、車がかり、田中氏。3連携車がかり。広範囲を蹂躙する大陸の覇者の一迎撃。後には何も残らない。続いて加工トンが劣化でご覧を焼却してゲームセット。ってあれまだ終わってない？あと2部隊残ってるな。のろし台か？これは下り。3日かけ山登りして敵を捕捉。長雲、やったれー。怒りの車がかりで一撃で敵犯かーい。山なんかにこもるな、面倒だろ。無駄登山に苛立つ田中の無慈悲な策略。そして群衆の突撃からの顔料の突撃。これにて敵部隊殲滅、勝ち時を上げよ、かーったどー。3日も登山に費やしたのにまた呂布が来る前に終わっちまったぜ。皆の者、勝ち時を上げよう。先行は安定の田中。もはやこいつ化け物だぜ。はい。戦場を馬で駆け回った後は娘と馬に乗ってあげる優しいお父さん。田節初めての乗馬、可愛いこの子もいずれは戦場に赴くのかな。不安に思うならお前がさっさとこの乱世を終わらせればいいさ。田節の武力が成長した。そして季節は移ろい。一大事にございます。ふわー、周囲が呂布軍に寝返ったマジかよ。義兄弟の孫作を見捨てられないって丁寧な置き手紙があったよ。あの野郎、総称の枠埋めたまま敵になるとは、そこは応用が入る予定だったんだぞ。怒るところそこかよ。いずれけじめを取らせてやる。だが今は周囲よりも有望だ。出陣せよ準受け。一気に大規模攻勢をかけるぞー。大規模攻勢の先陣にそいつは、って普通に勝っとる。禁止してれば奴は有能よ。続いて電気随一の知恵者電報、お前の出番だ。お前散々電気の面汚しとか罵って普通に勝っとる。このままもう一戦だ。有望の残存兵はもうボロボロだ。本軍の田中たちなら自動戦闘でも楽勝だぜ。3都市一気にゲット。都市フェーズでは画星が艦中に人材がいるというので、行ってみたけどどうでもいいやつだった。いやいやなかなか見どころありそうだし仲間になりませんか？どう見ても20歳の凡庸な武将だな。まあ相手も邪魔にはならないしいいか。受けられませぬ。って断られてて草。僕皇帝なのに。失礼。気を取り直して有能な武将たちと遊戯を深め、宝刀にもお友達賞をプレゼント。さすが法数、お返しの心得の量も大したもんだ。そして季節は移ろい、反田中連合でもある馬頭が突如総国に。国これで総国が4名に、敵が出揃ったな。一大事にございます。呂布軍が円に迫っております。って攻めてきたの周囲やないかーい。あの野郎、どの面下げてきてんだ。もちろんイケメンの美醜老引っ下げてだろ。未だ総称で敬愛してくれてるのになんでこんなことに。来たもんは防衛するしかない。ってこっちの総大将は電気の面汚しでんよか。攻められたのは田中たちも援軍に出せないし、これは苦戦する戦いになるかもしれんな。では総称の絆を裏切り他国に寝返った周囲が、敵軍の総大将となり攻め込んできたところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。元気の源です。そこそこ強い武将が揃っているが今回は田中の援軍が出せない。果たして守りきることはできるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ。
またねー。